浜崎彩香 VS 伊沢聖華大臣女子スーパーアトム級タイトルマッチ。浜崎彩香敗れる。ビッグアップセット番狂わせ。こんなことあるんだ。ここまで頑張ってやってきた胸を張ってさ、あんた自分が思ってるじゃん、何言ってんだみたいなしてんだ。もう本当に他の人が見てない景色を、ね、見てそれを、ね、今日本で伝えてくれてるので、浜崎彩香は浜崎彩香なんだっていうことで胸張ってね、これからもまた前に進んでいってほしいし。ちょっと止めてもらっていいですか、すいません。浜崎の、時代というか、それが終わる試合、終わっちゃうかも。させませんよ。前回ああいう負け方したんで、そう思われてもあれなんですけど、ベテラン対若手女子格世代闘争、蹴り上げもしてる。佐野は気が立ち上がってきた。超新星が一方的、超防戦一方。思い出すし、思い出したら悔しいし、会う人にあーって感じで全然いいんですけど、気も使わせちゃうし、でも目が覚めたじゃないですけど、リベンジできるのって初めてなんですよ、私負けて。そう考えたらラッキーというか、またできるんだっていう喜びはありますよね。嬉しいですね。むしろもうベルト返上して青コーナーで入場させてくれぐらい思ってたんですよ、リマッチが決まった時に。あっちの方が上じゃないですか、言ったら。今体調は万全ですか？万全です。今回は大丈夫です。しっかりケアして万全な状態で臨めるようにはします。次試合決まったら練習見に行くねって言ったんで、それが来て何か変わるっていうわけではないんですけど、浜崎さんが始めた時に私がそこにいたので、ちょっと初心をちょっと思い出してもらって、いろんなものに縛られすぎず、楽しみながら解けれたらいいんじゃないかなと思って。何ラウンドか取らせてもらえます？いやー、聞きたいマジで。取られないように頑張る。自分が決められたやつは流さないですよ。なんかやっぱ楽しいんだよね一緒に動けると。浜崎さんが引退するまで私も広島でちょっとぼちぼち練習を続けて、そう思ってちょっと練習続けてる部分があって、もう泣かせに来てますね。この前負けて、肩の荷が下りた部分ってなると思うんですよね。もう背負ってきてずっともうね駆け上がってきてるんで、上がおらんくなって今度は自分が先輩として後輩育てるためにそこまでかけさせてあげながら自分がかけるっていう手がどうしても
すぎてしまう、すごくいいことなんだけどチームのためには試合前だけでもね自己中で練習をしてもいいんじゃないかな。体の背負ってるものを置いて本当に格闘技始めた頃の気持ちに戻って戦えたらいいんじゃないかなっていうのは言いたいですね。いやあんまり言いたくないですけど、そういうのもあったのかなとは思います。もう次は大丈夫、勝ちます。さらに強い浜崎さんと戦うような意識で練習しています。あの試合から修正して練習して強くなって試合を迎えると思うので、前回は自分が下から攻めるような展開が多かったんですけど、三角の対処はしてくるのかなって思います。次のテーマは冷静ですね。熱くなっちゃうのが良くないですね。多分相手の土俵で今まで戦ってきてた感じあるんで、ここ最近ずっと相手に嫌がることやらなきゃですね。本当に勝ちに徹したいなっていうのはあるかな。組力とかは自分の方があったので、そこは警戒してもっとアウトボクシングとか足使って距離取って戦ってくるのかなっていう。私も打撃強くなっているので、ストライキングの部分でも戦えるなっていう自信はあります。今回ベルトがかかってここが本当の戦いかなって思います。教育学部です。小学校と中高の保健体育です。教えるのとかはすごい好きで、この子には何が必要かなって考えたりするのが面白いです。人って多分こう最初トゲトゲっていうか、バランスが悪いのをこう広げてってあげるっていうイメージです。小学校だと全体的に大きくしていって、で中学校高校になってくると逆にこのギザギザをこう特化してってあげるのも必要かなって。先生気質だな。そうなんですよ。だから向いてるかなって先生も。今あなたはどの段階ですか？ MMA 学校。MMA 学校でいうとまだ2年生なので、まずは広げていってるところですね。全体的に。小学校2年ってことですか？そうですね。小2です。まだまだ。ひどい時めっちゃ泣いてますよ。弟とかにやられて。私にだけ強いんです、あの弟は。本当は強いんですけど、試合になると弱いタイプなんです、弟が。お姉ちゃんは普段は優しいです。でも自分には厳しいです。兄弟喧嘩激しいですね。蹴って殴って髪引っ張ってで、髪引っ張れるの僕だけだったんで、ずっと坊主だったんで。ああ有利だな。そしたらお姉ちゃんがなんと私も坊主にすると言い出したんです。どんなちっちゃな弱点でもマイナス1をゼロに持っていく力がお姉ちゃんすごいですね、本当に。で女性が坊主にするってなかなかです。ここだけしっかりやりきっちゃう。ナイス。成果は全然問題ないです。もうナイス。強すぎるんで。強すぎるんで。あの子作戦いらないです。俺が今村田佳子とかいろいろ見てきたんですけど、ちょっと本当にレベルが2倍ぐらいのです。うち来てちょうど1年経ったんですけど、びっくりするが変わるんで、あとマジです。やっぱり練習するのが一番楽しいので、基本的に生活が毎日練習して家に帰って練習して家に帰って甘いもの食べてっていう繰り返しなので、遊びに行くっていうことがほぼないです。練習とかもマジで普通に決めますよ、男子はバリバリ。俺も決められちゃうので、だから中井美雲とか来て練習しても寝技は負けないです。寝技はむしろ成果が押すぐらい、それぐらいすごいですよ。成果を信じてくれてよかった、その俺らも。ありがとうございます。
培ってきた教育元年全部繰り返されたみたいな。どこにすごいポンコツじゃないですか。俺息上がんないですよマジで。なんでよかったマジ息上がんないですよ。でもポンコツだけじゃないからいいですね。ただのポンコツなのがいっぱいいるけど、格闘技に関しては本当にすごいし、研究もしてるんで、愛情がしかも素直に伝えるじゃないですか。あんまり言えない人が多いじゃないですか、思ってても。それを全部もう垂れ流しのように出てくるんで、それがその人をこう引きつけるんじゃないかな。いいよ。はい、来たよ。はい。はいはいはい生ハゲって言ったりしてもはたかられるだけで全然許してるんで、すごい心がひどい。生ハゲのおかげでのびのびとやらせてもらって。いいよ、声出るぐらいいいんだよそれ。伊沢浜崎。まあそうですね、私が調子乗らしちゃったのかなっていうのはありますけど、しっかりね蹴りつけないとなっていうのはありますけどね。前回のようには負けたくないし、絶対勝ちたいなって気持ちは本当にあるんで、次はぶっ飛ばしたいですね。気持ち入れてくるなら気合が入った浜崎さんと、向かい合うだけかなって。そんなに怖さとかもないです。取り返す、もう全部取り返します。前回同様攻め続けようかなって。もういややってきたことが違うと、違うし、まだまだ駆け出しでしょっていうのは見せたい、その差は。ライジンフェザー級タイトルマッチ、牛久潤太郎 VS 斉藤豊。哲学できるけど、意外と、穴はあるかなっていう。見ててわからないんだな、格闘技知らないのかなみたいな感じですか。横田さんがそういう駆け引きを今からもしかしたらしてるのかもしれないし、そこまでの賢さは僕はあんまり感じないんでメジャーだ。斉藤が吠えている。終わってないですから、まだ前回の戦いが。今までの僕の試合がテイクダウンだけっていう感じだったんで、向こうもその対策をしてたと思うんですよ。だからそれの逆で言ってやろうと思って。やっぱり一発当てるの膝しかないって。あの時じゃ言ってた作戦ではもうそれだったんです。そうなんです。自分のベルトを返してもらうという気持ちが強い。カウンターの膝だけを注意していると、この他の攻撃がおろそかになるというか、全体的にこうしっかり距離の設定から攻め方から立ち位置だったり細かく見直してやれば大丈夫だなと。一応その石渡さんと共有しているそのフローチャートみたいなものはあります。それどんどん今度見せてもらいたいんだけど。あんまり見せたくはありませんけど、そうですよね。一応何回も断られてたんですけど、一応書いてるのはこういうものは自分のそのゲームプランとして始まりから終わりまでゴールまでっていうのがここに記されているので。タックルに行く。帰って攻撃許されています。これで終わった。
ABC で作戦化をして、相手に分からないような形で、近くなってきたら B だぞ。 T も B もあるぞ。こういう設計図がありますよっていうのをで、じゃあ今ここやんなきゃダメだねとか、これがちょっと今雑だからもっと詰めていかなきゃっていうのを事前段階でどんどんすり合わせてで USC ファイターがなんかそういうのやってるって聞いて、堀口君がこうだからこうしたんですよ、こうだからこうしたんですよ、この処理がすごい早いんですよ。前で言うと膝みたいな必殺技みたいなの持ってたじゃないですか。なんか持ってると思いますか？あると思いますよ、多分。絶対分かる。前回の神田高野戦では後ろ回し蹴りみたいなのもやったりしてたんで、そういうのがあるのかな。結局その前回セオリー通りに動いたことによってここは結構セオリー無視しちゃうような動きなんですけど、ちゃんとそこに狙いがあって作戦があったんですよね。攻撃当たれば一発でいくなっていうのはありますけどね。まず1個目の勝利の感というか、なんかやりにくいなって思うようにしたい。どういうことなんですか？こういう打ち方にしようっていう。いや、ダメですみんな知ってるんですか？その普通の格闘技好きな人は。でも聞いたら分かっちゃうと思います。打撃の工作の中で一発当たればもう終わるっていう。練習量はもう誰にも負けないです。もう自分今まで見てきた選手の中でダントツ練習します。やめろってもやるんで、これ以上やったら死んじゃいますね。だからそれぐらい僕はやってる自信あるんで。いいことなんですけど、ちょっとその柔軟性がないんで真面目すぎるってこと。そうです。だから9年間もかかるんで、格闘技とバイクが好きだからこうなりすぎちゃうタイプ。女の子に目線がいかないんですよ。顔もいいのに。今回はそこのやっぱ膝って印象が多分絶対ついてると思うんで、軸にしながらこうどう組み立てるかっていうのを今こう研究しながらそれを練習で試してるっていう状態ですね。あっちのセコンドラウンドはどう思います？感情論になりすぎてるかなっていう。自分も格闘技自体も選手自体も考えてしか試合やってなかったんで、一応技術論っていうか結構斉藤にプレッシャーかけられてたんですよね、試合ごと試合トータルで。あの瞬間で順番のプレッシャーが初めてかかった瞬間なんですよ。俺がさせるぞって多分言ったと思うんですけど、長いからさせるぞさせるぞ、前蹴りと膝を刺す両方の意味で捉えて、相手方にもそう捉えてほしかったっていうか、膝だけ狙ってるんじゃないよっていうのも、膝って言ったら膝ってもちろん分かっちゃうじゃないですか。でサスケの攻撃をするぞっていう意味で。球いいね。自分は大学首席で合格してる本当順天堂首席で合格してる調べようがねえからなんか挨拶できない子だなと思いましたね。会場だって「お疲れ様です」とか言えばいいのに言わないから、こいつそういうやつなんだなっていう。やっぱりね、格闘技やってて挨拶って必要かなと思うんですよ。斉藤選手も試合は多分挨拶しなかったし、勝ったら何でも言えますからね、選手は。あんまりこう角立つこと言うとよくないとは思うんですけど、試合中に「来いよオラ」とか言ってたんですよ。ぶち殺してるとかしてたんですけど今回はこういうプラン立ててやりますけど、うまくいかなかったとしても喧嘩やったって負けねえよと思ってるんで、最後はやっぱり戦いじゃないですか。その気持ちをしっかり持って前に喧嘩できるんかっていう。人によっていろんな考え方があるんで、試合で見せれば全然いいんで。前回のが実力だったよって思わせることができるような練習はしてきてるんで。
てほしいですけどね。盛り上がるからそっちの試合が。最後はもうぶち殺すっていう気持ちで、男と男の戦いですから、そこに負けたくはないですね。I miss you guys. I can't wait to feel your energy again. He doesn't have half the heart that I have. I'm gonna win this title, and we're gonna party afterwards, guys. Tudo bem, meu nome é Luiz Killer. Esperei esse tempo todo para lutar no Rizin no Japão, porque eu vou estar lutando contra o Yashi. Vou estar dando revanche para ele. 初めてのメインだったし、今考えてみればなんか変に背負いすぎてたなというか、本当やっと決まって嬉しい。全局面で圧倒して勝ってやろうと思ってます。今回の試合で自分は最後の試合といたします。空手が一番強いし魅力なんだけどなと思いながら、だったら自分から言ってやっていこうじゃないかと。気合い入れて頑張ってください。